おはようございます。松原芽衣です。始発に乗ってバスタ新宿にやってきました。予約しておいたバスに乗り、成田第3ターミナルに向かいます。エポスカードの海外保険を有効にするためにカードで行きのバスを予約しました。旅行代金をエポスカードでお支払いすると海外障害保険が適用されるそうなので、今回私は行きのバスをカードで決済しました。道が空いていたのか若干早めに到着しました。友達と合流したら8時半発のジェットスターに乗ります。同い年の10年くらいの中の友達と久しぶりに食い倒れ旅行ができるということで非常にワクワクしています。荷物検査は難なく通過。この後コンビニに寄ろうと思っていたのですが LCC 特有の最果てゲートには自販機しかなく、お水が売り切れていたのでポカリだけ買って登場します。前の座席の下にお入れください。東京は寒いけど台湾は着いたら30度あるらしい。ワクワク。成田から台北桃園空港までは約3時間半、時差は1時間なので到着時点で1時間得をした気持ち。なんやかんやで到着。到着ゲートを出たところで両替屋さんがあったので日本円を両替しました。25,000円が4,990元になりました。ほぼ1元5円ですね。ここからは空港ガチャです。前もって登録しておいた消費金の QR コードを端末に見せます。運命の瞬間、外れでした。残念ながら友人も私も外れてしまいました。当たれば5,000元相当の IC カードが当たるチャンスだったのですが、詳しくは台湾消費金で検索してみてね。空港から鉄道に乗って台北駅へ向かいます。私たちが着いたのは第1ターミナルから MRT を目指していきます。突然ですがここでクイズです。私たちはどの IC カードを選んだでしょう？正解はこちら。いろんな形の IC カードがあったんですけれども、一番台湾っぽいやつに2人とも決めました。こちらを改札にかざすと500元チャージしておきました。空港からの MRT は紫がエクスプレス、ブルーが普通各駅停車とのことで、ちょうどブルーが来ていたので1本見送ってパープルの快速に乗っていきます。席に無線充電器が配置されていたのですが、私たちの携帯はやり方がわからなかった。ピントが一切合っていない。快速は35分ほどで台北駅に到着。台北の地下街にフードコートがあるって聞いてたんですけど見つけられず、これから移動するにあたって駅のコインロッカーに預けるか迷ったんですけど、ホテルがここから1駅なのでチェックインの15時にはまだ少し早いんですけど、一旦ホテルに寄って荷物を預けることにします。2泊する予定のシーメン駅に着きました。美味しい麺のところってそっちやん。本日1回目のご飯です。イエーイ。かつお節とニンニクが効いてるもつがいくつか入ってた。外国の料理食べてるって感じ。30度ぐらいある中温かいものを食べて喉乾いたのでお隣のコーヒー屋さんに寄ってみました。迷っちゃう。どれにしようかな。おすすめマークがついてたのでハニーレモンアロエにしました。今の気温にぴったりって感じで美味しい。食パンナ、フルーツ、ドリンク。ホテル到着しました。とにかくむちゃくちゃ暑いので上着全部脱いで荷物と一緒にフロントに預けてきました。乗り換えのために一度台北駅まで戻ります。台北駅から鉄道に乗って世界6大猫スポットと言われるホートンを目指します。鉄
鉄道のホームにはいろんな方面の電車が止まるみたいで、途方に暮れてたところ、おじいちゃん駅員さんに聞いてみたら、このホーム、この時間って助かりました。ありがとうおじいちゃん。隣でお弁当食べてる人とかいて、窓の外がだんだん田舎になっていく感じ、めちゃくちゃ良かった。55分ぐらいかけてホウトンにたどり着きました。すやありがとうありがとうね、こっち耳の先っぽがないかわいいあー美人だね。首輪ついてるから誰かに噛まれてる、いい顔してるね。看板毒蛇が出ますって書いてない。それぞれマンゴースムージーと肉球ケーキ、猫型のパイナップルケーキを頼みました。美味しい。そろそろ日が陰るので9分に移動していきます。ホウトンの駅前でたまたまタクシー降りる人いたので、そのままそのタクシーに乗せてもらいました。早いめちゃくちゃ早い。9分到着。爆速タクシーのおかげで10分くらいで着きました。結構しんどい。階段を頑張って登ったご褒美みたいな場所にアーガンイー遊園があります。美味しい。もちもち。餅は甘いね。ね。餅自体に甘みがある。ライトアップが見れて満足したので、そろそろ拠点に戻ります。帰りはバスだと車酔いしんどいよって聞いてたので、タクシーでホテルの C 面までお願いしました。9分からホテル最寄りの C 面まで45分ぐらいでした。 C 面到着。夜の C 面は昼の状態よりにぎにぎしている感じがしました。8時前でも25度。2月だけど軽装できて本当に良かった。晩ご飯の時間です。友達が絶対に来たいって言ってたシーユン。伝票を書いて注文するスタイルみたい。はい。これ中で待つよもう。どうしてもいいかな。うん。ある。ショーでちょうどいいわ。これいけるよ。ないかなと思って。慎重に行くべきでした。他にも気になるお店たくさんあったのですが、胃がはち切れそうなので明日また行けたらいいですね。C面のアーケードに突如寺があったのでお参りしてみたら、友達の IC カードに書かれているお名前の神様が祀られていました。タピオカを買いました。ホテルに持って帰って飲みます。さっきセブンに寄ったので帰りはファミマに寄ってみました。ファミマの表記全家なのちょっと面白い。あとなんか18 days ミールっていうのがあるらしくて、なんだそれ。消費期限が18日。あ、じゃあナチュラルのそう、あるレストランにしかないらしい。そうなんだ。21時ホテルようやくチェックインしました。ここで私のポンが発覚するんですけれども、
ダブルの部屋を取ったつもりがツインルームでした。バスタブはなかったんですけど綺麗なシャワールームでした。アメニティも思ってたより充実しています。ペットボトルのお水は毎日補充してくれてました。これで円安の中1人1泊5000円は大満足かなって思ってます。旅行で使った見学のすべては別の動画にまとめる予定です。明日は博物館と夜市に行く予定です。Day2、Day3 の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。またね。